来年のね作付けに向けて今日は土作りを行っていこうと思います。サブソイラーで高板層を割って地中の保水性を高めた上でじゃがいもを植え付けします。今回干ばつ対策となるサブソイラーです。地表の水は作土の下に流れしっかりと保水されるので干ばつの対策になるのではないかと鍛冶職人が考えました。風向きの方向にいると臭いです。これはプラウという耕運機です。RTK 方式だと誤差はだいたい 2.5 センチくらいなんですけど、今回 PPP で試してみたところ、およそ5センチほどのズレがありました。皆さんこんにちは、さおりです。もうあっという間に11月ということで農作業も終盤に差し掛かってきています。もうね収穫自体は10月で終了しているんですけども、あともうちょっと農作業がありまして、来年のね作付けに向けて今日は土作りを行っていこうと思います。もちろん来年雪が溶けたらストーンピッカーで石取りをしたり、植え付け前に整地を行ったりっていう作業をするんですけど、収穫後の畑ってどうしてもそもそも土が硬い状態だったり残砂と言われるこう茎の部分だったりがね結構残っている状態なので、そういったものを畑の中にすき込んであげる作業だったり、こう今度ね12月か1月くらいになると十勝ではこう雪が降るので、雪が降った時にこう水はけがよくできるように今日は対策をしていこうと思います。今回の作業はどちらかというとこう管理作業ではあるんですけども、耕運作業という感じになるので、一番ねうちのトラクターで馬力のあるジョンディアでやっていこうと思います。今回使用していくのはジョンディアの6430です。でまずはプラウという機械を使用します。これはプラウという耕運機です。この白いボードを土の中に差し込んで進むことで土を大きくひっくり返していきます。そしてこれはリバーシブルプラウと呼ばれるタイプで、作業の向きに合わせてボードをくるっと反転させることができます。はい、ということで今ねプラウ掛けを行っています。プラウはだいたい深さ20センチくらいのところまで耕すことができます。収穫後の畑にかけることでこう地表に残った雑草だったりその種を土の中に埋め込んで発芽しないようにするという効果があります。またね病害虫を繁殖させないという効果もあって、要は畑をリセットしてあげるという感じです。そんな感じで進めていこうと思います。プラウには土を倒す向きがあって、かけると必ず同じ方向に土が寄っていきます。そのまま同じ向きで往復してしまうと、耕したところの間に溝ができてしまいます。でもリバーシブルプラウの場合、油圧で後ろのプラウ本体がぐるっと反転する仕組みになっています。畑の端について一度機械を持ち上げると、プラウが回転して土を倒す向きを変えてくれるので、往復しても畑の真ん中に溝ができるということはなくなります。今ね
プラをかけている途中なんですけども、高温作業とか結構ね馬力のいる作業にはこのジョンディアを使用しています。でジョンディアにはねアリーナビの GPS を取り付けています。で GPS っていうのがそもそも自動でハンドルを触らなくても走ってくれるっていうものなんですけど、その方法として主に使われるのが RTK 方式というものです。RTK 方式というのが、衛星からの信号をトラクターに直接送るのではなくて、一度基準局と呼ばれる場所を通します。基準局では衛星から届く信号のズレを計算して補正してくれるので、トラクターに直接送るよりも正確な位置情報が届きます。ただ RTK 方式は基準局との契約が必要だったり、毎回テザリングでネットにつなぐ手間があったりします。そこで今回はアンテナを交換して PPP 方式にも対応できるようになりました。PPP っていうのが基準局を通さずに衛星から直接信号を受け取る方法です。RTK 方式だと誤差はだいたい 2.5 センチくらいなんですけど、今回 PPP で試してみたところ、およそ5センチほどのズレがありました。環境によっては RTK 方式より少し精度が落ちることもありますが、高温作業のような数センチのズレが気にならない作業なら問題ないなと思っていて、それにテザリングを毎回つなぐ必要もなくなるので、起動もさらに楽になります。もともとアリーナビは立ち上がりが早いんですけど、今回の変更で作業の負担がさらに減りました。今堆肥を巻きに来てもらっています。というのも今年は牧草をやめて大豆を始めたり、ビートの収穫も今年で終わりにしたりと、これまでは結構いろいろな作物を試してきたんですけど、来年からはね作る作物を絞っていこうと考えてます。輪作の順番としては小麦、かぼちゃ、小豆、じゃがいもという順番になります。この4つを軸に畑をローテーションしていこうと考えてます。なのでだいたい1作物7ヘクタールくらいでもう畑を固定して回していくようなイメージです。もちろんねこの輪作の順番には、収穫後の工程だったりそれなりのね理由があります。堆肥を巻いてもらっているのは来年かぼちゃを植える予定の畑です。かぼちゃは特に有機物をよく吸う作物なので、毎年堆肥を入れて塩爆をすき込むという土作りをしています。そしてかぼちゃを収穫した後も同じ作業を行い、その後プラウでひっくり返して畑をリセットします。プラウをかけると地中に眠っていた石が地表に上がってくるので、春に豆類を植える前にストーンピッカーで石取りを行います。豆類は他の作物より植え付け時期が遅めなので、ストーンピッカーの作業にもしっかり時間をかけられるのがメリットです。豆類を収穫した後はプラをかけずに不耕起のままサブソイラーで高板層を割って地中の保水性を高めた上でじゃがいもを植え付けします。そしてじゃがいもは9月前半に収穫を行い、その後の9月後半に小麦を播種するという流れになります。はい、今巻いてもらってる途中です。今特にね風が強いので風向きの方向にいると臭いです。おはようございます。昨日プラウをかけ終わって今日はねこの私の後ろに見えているサブソイラーをかけていきます。このサブソイラーが、今回ね干ばつ対策のメインとなる機械です。今朝の8時前なんですけど気温が
2度ということでめちゃくちゃ寒いです。なのでとりあえずトラクターに逃げ込んで畑へ向かっていきます。よし、よいしょ。いや本当にめちゃくちゃ寒いです。さすがにまだ8時ということで畑に出てる人はこの周りではいないですね。今畑に到着しました。ちょっと日が出てきてね、日が当たると少し暖かいです。ここは今年小豆収穫した畑で、来年はねじゃがいもを植える予定です。そしてこちらが今回干ばつ対策となるサブソイラーです。昨日かけたプラウとはだいぶ違って、プラウは上層と下層をこうひっくり返すような、土を耕すような作業だったんですけど、今回は耕すという感じではなくって、地面の奥深くこう線をつけるような感じ、溝をつけてあげて土をね柔らかくしたり根を張りやすくしたりっていう効果があります。なのでこちらの機械を、ずっとね引っ張って走っていきます。結構ですねサブソイラー畝に沿ってまっすぐこれまでは走らせていたんですけど、今年のね春からサブソイラーを斜めにかけるようにしています。でここはですね4ヘクタールの畑です。私が今立っているのが四つ角の端っこなんですけど、そこからずーっとあっちの方が反対側の角になるんですよ。ちょっと見づらいので大丈夫かなって感じなんだけど、そうまずねそこめがけて、AB 線を引いてきます。まだ AB 線斜めを引いたことがないので心配なんですけど、 AB 線を引いてそれからこう自動で走っていくっていう感じになります。ちょうどいる。ここからそうですねまっすぐ走って B を打ってきます。多分あそこが角かなっていうところが見えるので、そこに向かって前進していきます。行くぞ。サブソイラーをかけるときもプラウと同様、アリーナビの PPP 方式を使用しています。GPS でまっすぐ走るためには、まず自分で基準となる AB 線を決める必要があります。対角線にまっすぐ走るのって実は手動だと結構難しいんですが、A 点と B 点をしっかり決めて登録しておけば GPS が自動で直線を作ってくれるので、設定自体はとても簡単です。で作業幅が 2.5 メートル、とりあえずこれで AB 線引けたのでやってみようと思います。これが今サブソイラーの線ですね。であっち側が私が最初迷子になった線です。これ周りは他の農家さんの畑なんですよ。なんでこう境界がわからない。旗でも刺しとけばまだわかるのかもしれないんですけど、邪魔だし、こう見るとどこが端っこかわからないですよね。なんで今回サブソイラーを斜めに入れているかというと、普段は畑の縦畝の向きがだいたい決まっていて、その向きに合わせて爪を入れていました。なので縦方向には土がほぐれているんですけど、横方向にあまり爪を入れることがないので、土が十分に砕かれにくい状態になっています。じゃあ横からかければいいんじゃないと思うかもしれませんが、完全に横にしてしまうと
縦方向の畝跡が残っているので、トラクターがすごく揺れて安定しないんです。そこでその中間の斜めに走らせています。畑の対角線を結ぶように動かすことで、普段は入らない方向に爪が入って、より効果的に土をほぐすことができます。地中には土が比較的柔らかい作土層と、その下に硬い鉱板層があります。雨が降るとある程度作土層に水が染み込んだ後は、水たまりとして地上に溜まってしまいます。この状態だと地表は水が蒸発するまで水はけが悪く、地中はせっかく降った雨を保水できません。なのでサブソイラーのヒレで鉱板層を砕き、作土の下に空間を作ります。その結果、地表の水は作土の下に流れ、しっかりと保水されるので、干ばつの対策になるのではないかと鍛冶職人が考えました。ただこれは保水性は良くなるけど、雨がひどい年だと逆に水が溜まりすぎて、なかなか乾かない畑になる可能性も考えられるので、諸刃の剣なのかもしれないとも言っていました。ただ最近は干ばつ傾向で全然雨が降らないので、この作戦でやってみようと思います。というのも今年の4月末、芋を植える前に異例の大雪が降ったんですけど、その直前に全面にサブソイラーを入れていました。雪が溶けた後、畑に入れるようになったのが、周りの農家さんよりも早かったので、地表の水はけは良くなっていたんだと思います。その後すぐ芋を植えて、7月あたりは本当に雨が降らない大干ばつに見舞われました。やっぱりどの家の芋も葉っぱが黄色くなってしまって、枯れるのが極端に早かったです。だけどなぜかうちの芋は8月末の収穫直前まで青々としていたので、もしかしたらサブソイラーの効果があったのかもしれないです。地表が浮くほどしっかり鉱板層に空間ができているのがわかります。これがね、サブソイラーが走った後になります。こんな感じで、このね隙間、だいたいね、さっき測ったら6、70センチくらいありました。それくらいね、地面深くまで刺さってますね。こうやって見ると全然わからないんですけど、なんで6、70センチ真下にこうヒレがこういう感じでね入ってくれてるので、こう干ばつの時にですね、全く水がないよっていう状態よりかは多少ね、そのヒレの部分に水があるので、そこからこうね、根がね水分を吸収して元気に育ってくれるんじゃないかという考えです。収穫作業終わってからはこんな感じでプラをかけたりサブソイラーかけたり、来年作物を育てる準備をしています。ちょっとまだね、来年の芋畑サブソイラーかけ終わってないところもあるので、そっちをもうちょっとかけて今年の農作業はだいたい終了かなっていう感じです。まだね、いろいろ片付けとかね、箱詰め作業とかもちょこちょこあるんですけど、これで来年少しでも
芋がよく育ってくれるといいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。